よくわかりますとだいたいわかります。とてもよく似ていますが、違いがわかりますか？こんにちは。ゆきの日本語と日本文化のポッドキャストへようこそ。今日は外国人の学生がよく迷う、よくわかりますとだいたいわかります。この2つのフレーズの違いを使い方、パーセンテージと実際の場面を使ってわかりやすく説明していきます。皆さんが日本語のレッスンを受けるときや授業を受けるとき、先生にわかりましたかと聞かれて、よくわかります。よくわかりました。だいたいわかりました。と答えるとき、先生や友達とのコミュニケーションがもっとスムーズになります。ぜひイマージョン学習に使ってくださいね。ではまず、よくわかりますから解説します。前に別の動画で、よくは often、回数を表す言葉ですと紹介しましたね。よくわかりますは回数のことではありません。これはよくが回数ではなくて十分にとかきちんとのような意味です。英語で言うと fully とか well, fully understood とか understood well のような使い方です。ですから90%から100%パーフェクトに近いとき、よくわかります。よくわかりましたを使います。もう先生の言うことが完璧にわかりました。質問もありません。大丈夫です。というとき、よくわかります。よくわかりましたを使ってください。レッスンや授業で先生が説明をして、バッチリわかりましたというとき、はい、よくわかりましたと言います。よくわかりましたと皆さんが言うと、先生も、大丈夫だ。じゃあ次に行こうと安心します。じゃあ次、だいたいわかります。だいたいは英語で roughly とか mostly のような意味です。ですから、だいたいをつけると60%から80%ぐらいわかりましたという意味です。細かいところの意味がわからないけど、でもなんとなく全体こういうことかなっていうのが分かったとき、だいたい分かりましたということができます。説明を聞いて、60%ぐらいは分かったと思ったら、だいたい分かりましたを使ってください。ですから、クラスの時、先生にだいたいわかりましたと言うと、先生は、もしかして今の説明わかりにくかったかな、もう一回説明しようかなと思うかもしれません。ですから、よくとだいたいを間違えると、先生があと一回説明してくれるか、次に進んでしまうか、先生の行動が変わるかもしれません。そうですから、私はどれくらいわかりましたをきちんと伝えるために、よくとだいたい間違って使わないように気をつけましょう。で、
大体にとてもよく似ている言葉に大抵があります。これも前に動画で解説しました。大抵は usually 回数を言う言葉ですから、わかりましたという時に大抵は使いません。似ていますが間違えないようにしましょう。はい、じゃあ一つクイズをします。簡単なクイズです。じゃあこの会話でブランクに何が入るか考えてみてください。ねえ、この問題わかった？うん、完璧。わかったよ。はい。ブランクに入る言葉、よく、だいたいどちらでしょう？答えがわかった人は答えをタップするか、コメントに答えを書いてください。ヒントは完璧という言葉です。どれぐらいわかりましたか？完璧です。はい、今日はよくわかりますとだいたいわかります。この違いを解説しました。今日の動画よくわかりましたか？だいたいわかりましたか？よくわかったという人はぜひいいねをお願いします。このチャンネルでは JLPT の N4 レベルの言葉、とてもよく似ている言葉だけど、ニュアンスが少し違う言葉を集めた再生リストを作っています。他の言葉も気になる人はぜひこの再生リストをチェックしてください。前にアップした綺麗と美しいの動画、まだ見ていない人はぜひこの動画も見てください。では次の動画も見逃さないようにチャンネル登録がまだの人はよろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんも体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。